こんにちは、たかしです。本日は2月17日土曜日、週末ですので、来週19日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からなんですが、現在ポンド円の日足を表示させております。今のところこの黄色の右上がりのラインに沿って徐々に高値を切り上げてきている。そして今週は一度その辺付近まで上昇してきて、今一度押しをつけに来た。そんな感じですね。直近の高値、この白い水平線が今までずっと意識されていた高値だったんですが、それを今週の火曜日に上抜け、そして水木で押しをつけて、木曜日は長い下髭、それから金曜日は陽線になってきております。ただ、日足インジケーターはちょっと怪しくなってきてまして、ストキャスティクスはデッドクロス、マクディは方向感なく動いております。いつも言いますが、ストキャスティクスが高値圏にあるときは、そこからのロングエントリーは優位性がありません。現在はかなりの高値圏にありますので、当然ここから調整の下落をする、日足の GMMA 付近まで下落をしていくっていうことも考えられますが、今のこの水木金の動きを見ていると、どうもこの白い水平線でサポートされてもう一回上昇するのかなという風にも見えてきますので、その辺を見ておきたいですね。ストキャスティクスは今調整中ですので、当然 GMMA 付近まで下落していく、調整の下落をするっていうことも考えられますが、直近の動きを見ていると、もう一度この高値、190円付近を目指して上昇、そこでダブルトップになるのか、高値更新をしてくるのかっていうところに現在は注目です。ただ、やはりこのままどんどん上昇していくというイメージではありませんので、まずは直近の高値の190円付近でのダブルトップからの再び調整の動きになっていくのかなと。日足のストキャスティクスどちらにしてもこの過熱感を解消に動きますので、今から値幅調整の GMMA までの下落ができないのであれば、現在地付近、黄色と白のラインの間で挟まれたところでのレンジみたいなのも想像できますので、その辺の動きに注目です。では4時間足です。4時間足もこちらストキャスティクス高値圏ですね。日足も高値圏、4時間足も高値圏ですので、やはり基本は上値が重くなるっていうのが現在の相場です。ここのところの動きを見ていただいてもわかるんですが、金曜日なんかすごく上値が重い動き方をしてましたよね。結果的には上昇はしているんですが、すごくじりじりとした分かりにくい上昇をしてきております。なのでやはり日足、4時間足、ストキャスティクス高値圏にありますので、一旦下落したいんだろうなと思います。で、ここでちょっと気になるのが、今これ4時間足何かの形に見えると思うんですね。一度動画を止めて考えてみてください。では答えなんですけれども、こんな感じですね。これ分かりやすいんですが、右上がりの3尊みたいな、そんな形が見えてきますね。現在が3尊の右肩を作りに行っているのかなというところですね。もちろんここからこのまま上昇していくっていうことも考えられますし、今4時間足の GMMA 上向きですので、木曜日そこから反発してきて、金曜日は GMMA の青帯の上で推移しているという状態ですので、このまんま直近高値190円を目指して上昇していってもおかしくない。ただし4時間日足ともにストキャスティクスは高値圏ですので、ここから調整の下落をするのであれば、この3尊を完成すべく一旦下落していくのかなと。もちろん3尊完成してどんどん大きく下落するかどうかはわかりませんが、一旦は右肩が意識されるだろうというところにありますので、週明けここからは一度 GMMA の青帯付近、つまりここですと今白い水平線のある 188.7 付近まで押しをつけてくるかもしれないというところは考えておきたいですね。そしてストキャスティクス過去の動きを見てもわかりますが、過去高値圏からデッドクロスで下がっているところっていうのはチャートもそれなりに下落してますので、やはり一度 GMMA 付近まで下落してもおかしくないのかなと、今のインジケーターを見ているとそんな感じに見えてきます。とは言っても金曜日連続陽線なんですよね。最終は陰線になってますが、そこまでずっと陽線で上昇してきてますので、このまま上抜けて190円まで到達してしまうという、そういう考え方もできますので、基本的にはこの上昇トレンドに乗っていくのがいいと思いますが、今一旦天井を迎えるかもというところにはありますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足は
は GMMA がちょっと上がったり下がったりと分かりにくい方向になってきております。4時間足の GMMA は上昇中ですので、基本的にはその流れに乗っていくのが安全ですが、1時間足の GMMA、今ちょうど金曜日はずっとこの GMMA の上でサポートされて上昇してきてますよね。今雰囲気的にはギリギリサポートされているという、そういう印象を受けるんですけれども、月曜日もこの GMMA でサポートされるのであれば、再び190円を目指して上昇していくと思いますが、先ほど4時間足で言ったように3損の右肩が意識されるのであれば、GMMA の青帯を下抜けてくると思います。そうすると、白い水平線付近までは下落してくるかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたいですね。そしてこの辺りまで下落してくると、次は4時間足の GMMA に接触してきますので、反発もしやすくなるんですが、一度 GMMA の青帯を下抜けることになりますので、そうすると今までサポートされていた GMMA がレジスタンスに変わって、次は上昇できずに下落していく。そうすると先ほど4時間足でのこの3損ですね。その3損からの大きな下落になっていくかもしれませんので、その辺は注意。今1時間足の GMMA でサポートされている間は、このまま上昇は続くとは思いますが、この金曜日とか木曜日の動きを見ていてもかなり分かりにくい上昇の仕方をしておりますので、無理なトレードは避けていく方がいいと思います。次はドル円の冷やしです。こちらは直近の最高値152円っていうところが視野に入ってきました。今週も一応上昇はしているんですね。週後半にかけては下落気味、そして金曜日は半分上髭にはなってますので、上値は重いんですが少しずつ上昇してきているというそんな印象ですね。ストキャスティクスこちらもポンド円と同じく高値圏ですので、やはりここからは上値が重く、もしかすると GMMA の青帯付近まで調整の下落をしてくるかもしれないと考えます。前回ここですね、1月の20日ぐらいで一度調整の下落をしてますよね。GMMA の青帯に接触するような下落をしております。1月20日から2月1日にかけて、そしてそこで押しをつけて上昇しているというストキャスティクスのこの動き方ですね。今回も同じような動き方をするのであれば GMMA の青帯ぐらいまで下落してくるかもしれませんので、その辺の動きを見ておくといいですね。ただ底堅い動きもしてますので、そこまで先ほど言った GMMA まで調整の下落をするかどうかは分かりません。もしかすると現在地付近で張り付いてもう一段上昇してくるかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたいです。では4時間足です。4時間足は綺麗に上昇トレンドを作っていたんですね。ただ木曜日金曜日はそのトレンドを崩してきております。今までこの赤いラインに沿って綺麗に上昇してきていたんですが、それが木曜日に下抜け、そして金曜日はそのラインの内側というか外側というか下側で推移してますよね。つまりこの今までサポートになっていたラインを下抜けたので、次このラインを超えられなくなってきておりますので、そう考えるとここから下落していく可能性が考えられますね。日足も4時間足もストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしておりますので、基本的には下落しやすい試合ですので、一旦押しを待ちたいですね。この少なくとも4時間足のストキャスティクスの過熱感を解消するのを待ちたいところ。現状目線としては上向きです。GMMA の青帯が上を向いているので上昇トレンド中なんですね。で、もしここから下落トレンドになるのであれば、現在のこの下落しそうな雰囲気っていうのがその下落の初動になってきますので、今直近最高値151円付近をつけて、そこから次高値更新が金曜日にできていないですよね。例えばここから右下がりのこのダブルトップみたいな形で下落していくっていうことも考えられます。ただトレンドとしては上昇トレンド中ですので、基本は下がったところは買われやすいので、基本的な考え方としては下がってくればそこからの押し目買いを見ておきたいんですが、今トレンドラインも割ってきまして、そして上値が重くなってきているので、ダブルトップで下落するのであれば、現在はその下落の初動をと考えられますので、どちらとも見ていけます。ダブルトップで大きく下落するのか、それとも上昇トレンドの中の調整中なのかは分かりませんが、基本は GMMA の青帯が上を向いている以上はまだ上昇していく可能性が高いとも考えますので、一旦は151円というラウンドナンバーが意識されてますが、そこを上抜けてくると次は152円が見えてきますので、その辺の流れをイメージしておきたいですね。現在が調整中なのであれば、ここからもう一段高になりますし、現在でも高値をつけ終わっているのであれば、ここからダブルトップで下落していくという考え方になります。どちらにしても次の上昇のタイミングはストキャスティクスの過熱感を解消してからになりますので、例えば週明けここからすぐに上昇していくっていうのは今の4時間足を見ていると考えにくいかなと思います。では1時間足です。1時間足の GMMA は横ばいですね。今4時間足の GMMA は上向きだったので、4時間足は上昇トレンド中。ただし1時間足、今このトレンド自体がもう横ばいになってきて、上昇トレンドというよりはレンジですよね。横向きの動きに今なってきております。その中で金曜日とかの動きを見ていると、こんな感じの動きをしているんですね。今黄色いボックスを描きました。この
中での動き、かなり値幅としては狭いんですけれども、このボックスの中で行ったり来たりしているんですね。で、その中でちょっとこう飛び抜けたりとか、左側も同じですね。一度下抜けたりとか上抜けたりとかしながら、基本はこの黄色のボックスの中で動いておりますので、もしこのボックスを月曜日どちらかに抜けてくれば、もし上向きに抜ければ直近金曜日の高値ぐらいまで、そして下向きに抜ければ金曜日の安値、このオレンジの水平線ですね、149.8 付近まで下落すると考えておきたいです。この黄色のボックスを下抜けると、4時間足でお話ししたようなダブルトップを描いて下落していくかもしれないという可能性が高まってきますので、その辺の動きを見ておきたいですね。このボックスの中で動いている間は分かりにくい動きをしがち。しかも値幅がかなり狭いですので、こういうところでのトレードをするんじゃなくって、まずはボックスを上抜けてから金曜日高値までの上昇。金曜日の高値を超えてくると151円ぐらいまで上昇しそうです。そしてボックスを下抜けると、まずはオレンジの水平線 149.8 付近までの下落。そこを下抜けると4時間足でのダブルトップからの下落になっていくかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたいですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。